はい、今回はバラの花をね描いてみましょう。はい、これね今庭から取ってきたばかりです。花びらを見るとこうちょっと柔らかくね反り返ってますね。そして葉っぱが3枚ずつついています。これがつぼみですね。でもバラはね種類が多くてこんな風に花びらの先が尖ったのもありますね。さてそれでは分かったところで描いてみましょうね。まず軽く濡らして、これねオペラピンクですね。大体の花びらのシルエットを描くという感じです。あんまりこうなんかきちんと神経質にならないしましょうね。大体って感じですよ。なんとなく花びらっぽくまたバラっぽく見えてきたらもういいですね。そのオペラピンクに、ウルトラマリンを少し加えてね、こっちに日陰の目を塗っていきますね。もう少しまた暗くさらに立体的にしていきます。この時に筆をね細く使ったり広く使ったりしましょう。真ん中に、ローズマダーをちょっと濃いめに置いておきます。これでだいぶね色の感じが出ましたよ。次にさっきの反り返った明るい花びらのところをねこうやって乾いた筆で取ります。こんな感じですね。こうやって水彩は後から明るい形を作ることもできるんですね。さあどうでしょう。そして反り返った花びらの下側がちょっと日陰になってますので、ここに暗い調子を加えますね。ちょっとグリーンなんか入れてもおしゃれでしょ。赤ばっかりは退屈ですね。葉っぱもね同じようにグリーンだけでは退屈なので、このグリーンの中に今度赤を逆に足してあげますね。こう深い調子のいい色ができたでしょ。少しずつ色を変えましょうね。そして葉っぱの周りについているギザギザの突起を描きます。またこうやって塗ったり取ったりですね。花びらと同じ要領で絵の具を取ってみましょう。こっちへ向かってくる葉っぱもね描いて、みんな色を変えてるでしょ。これね葉脈ですね。爪でガッとこう引っかいてます。そしてこれは花の下にある萼の部分ですね。ではさっきね僕手に持っていたつぼみをこっちに加えてみます。つぼみのこの萼の部分をしっかりと描きましょう。そして、その他の葉っぱですね。そして茎を描いて、こんな勢いのいいタッチでやっていきましょう。あまりこう丁寧に描くんじゃなくてね、やっぱり何でもそうですけどその感じというのが大事ですね。どうでしょう、こんな感じね。面白いでしょ。さあだいぶもうできましたね。ここら辺寂しいのでもうちょっと葉っぱを加えたり調子を加えたりして、あと葉っぱの少しこう花の微妙なね柔らかい感じですね。さあこれで出来上がりです。はい、バラが描き上がりました。このバラをね、簡単に描くコツね、それはやっぱりあまりこう本物そっくりに描こうというまず気持ちを持たないことですね。バラのなんとなくそんな感じかなっていうねシルエットをまず掴んでしまいましょう。そして、やりましたよね。乾いた筆で、明るいとこね、花びらのこう反った明るいとこちょっと取ってあげたりね、日陰のところに少し暗めのブルーを加えたオペラを塗ってみたりしてみましょう。また葉っぱもね楽しんでね色を少しずつ変えて描くとねずっと良くなりますよ。はい、
ね、いかがですか？これからも私と一緒に水彩画を楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。